皆さんいかがお過ごしでしょうか。運慶アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はサムネにありますように警察のお世話になりましたというお話です。はい、ということでお話をさせていただきたいと思います。今回は少しラジオ感覚でですね、テロップとかも入れておりませんので、もしあれでしたら字幕とかオンにして聞いていただけたらと思います。事の経緯をご説明する前にですね、そもそも私、アクアリウムを始めたのが約2年半前ぐらいですかね。きっかけとしては子供のためということで、子供にね喜んでもらいたいということで始めたのがきっかけということになります。ただですね、このアクアリウムハマったのは私でして、もう水槽ですね、本当にすぐ増えました。で 4.5 畳の最初はですね、狭い部屋でアクアリウムを楽しんでいたんですが、それでは飽き足らず、もう自分の趣味の部屋というものを借りるようになりました。でその借りた部屋というのが、いわゆるテナント物件ということになりまして、一般的な住居ではなくてですね、基本的には事業目的で、そういうようなテナント物件を今現在借りています。そんなテナント物件で今回は起こったお話です。はい、ではですね、事の経緯をご説明していきます。私このテナント物件は自宅から結構距離が近いといいますか、徒歩でも来れるような距離にあります。で私は基本的に車で、毎日のように、このテナント物件に通っている状態で、仕事終わりであったり仕事に行く前に、毎日よっては植物の世話をしたりだとか、お魚さんですよね、お魚さんに餌をあげたり、水替えをしたりとか、そういうメンテナンスを毎日している状態です。で、そんな中ですね、私いつものように、車でこのテナントのところまで来て、で、駐車場に車止めようかなと思ったらですね、テナントの前に警察のバイクが止まってたんですよね。で、そのテナントのちょうど真ん前だったので、いやこれなんかあったんかなと、思ったんですよね。っていうのも、私のこのテナント物件2階に借りておりまして、1階と3階、3階建てになっておりまして、両方とも他の、テナントというか他の業者さんが入っている状態なんですよね。で、その警察のバイク見た瞬間に、うわーこれなんかあったんかなと、ちょっとあれやったら心配になったんですよ。で、車とりあえず駐車場止めまして、でそこからテナントまで歩いてきたんですけど、最初そのテナントの前を通った時はバイクだけだったのが、そこに警察の方がねいらっしゃったんです。で、どうもぐらいの感じで、私、何もね、私自体自覚がないと言いますか、何にも悪いことしてないと自分では思っておりますので、どうもって言って、螺旋階段になってますので、螺旋階段で2階まで上がろうとしたんですけど、その時に警察の方が、このテナントの方ですかと、聞かれたわけですよ。私まさか私ですかね。いや、思うわけじゃないですか。で、はいって。この2階で、部屋借りてるものですっていうふうに、ご挨拶したわけなんです。で、そしたら、警察の方が、この物件っていつから入られてますって私に聞いてきたんですよね。何って思いますよね。いやもう全く私悪いことをしてるっていう認識自覚全くありませんので、なんか私やったって思いますよね。で、いやそうですね、昨年の11月ぐらいからここに入ってますよと、普通に答えるわけなんですよね。で、そうですかと、なんか上でこれなんか事業とかされてるんですかって聞かれたんで、いや全然何もそんなしてないです。
ただの趣味ですよとでお答えしたんですよね。で確かにそれ自分で答えておかしいなと思ったのが、わざわざテナント、事業用のねテナントを借りてて、仕事してないと、ただの趣味で借りてるってだいぶ頭おかしいじゃないですか。頭おかしいというか普通じゃないですよね。で、自分で言って、うわこれなんか変なこと言ってるんかなとか、思ったんですけど、あそうなんですねと、警察の方言われまして、で、もともとはそれまで何も入ってなかったですよねと、要は私が入るまでは何もなかったですよねと、そうですねと。で11月ぐらいから入って、でそれまでもう大体9ヶ月ぐらい10ヶ月ぐらい経過するんですけど、そこって水槽とか置かれているんですよねと言われたんですよ。なんで知ってる？どこまでこれ調べついてるん？やばい、もしかして私やばい？いやもう内心バクバクですよね。もう何も悪いことしてないのに、してないつもりなんですけど、いやもうめちゃくちゃその時にと思って、でさらに警察の方がちょっとこの書類書いてもらえますって言われたんですよ。いやもうめちゃくちゃ怖なってきて、でとりあえずねテナントの前って結構人通りありますので、なんか私取り調べ受けてるような感じするんで、いやもう とりあえずどうですか、2階上がって入りますって聞いたんです、警察の方にね。それもおかしな話かもしれませんが、いやもうとにかくこの人目につくっていうのが本当に嫌だったので、いやもうどうぞ入ってくださいと私言いまして、で一緒に螺旋階段ねこうガガガと上がっていくんですよ。で、中入ってもらって、でいやその時にねちょっと私思ったんがこのテナント物件、入った人、家族以外で初めての人が警察っていうねことにその時気づきまして、いやもうなんか悲しくなりましたよね。いや友達とか連れてきたかったですよとかね。いやあるいは YouTube でコラボとかなんかあるじゃないですか。イケメンアクアリストのこの邸宅とかね、なんかこうあるじゃないですか。いや私もイケメンアクアリストの頭のおかしいやつが賃貸物件で、アクアリウム楽しんでる様みたいなね、そんなコラボ動画とか撮ってほしかったですけど、いや初めての方警察ですよ。で入った瞬間ね、警察の方私もすぐ、入った瞬間左手に植物の棚置いてたりとかで、奥にはもうねアクアリウム水槽がずらーっとこう並んでるわけなんですよ。でそれ見た瞬間警察の方がすごいっすねって言い張ったんですね。いやもう内心ねバクバクな状態ですけど、それ聞いた瞬間なんか心の中でガッツポーズしてましたけどいやーもうねとりあえずこう警察の方入ってもらって、で渡された書類何かっていうと、要は緊急連絡先とか、自分のなんていうんですか住所とかそんなのをこう書くようなものだったんですよね。で警察の方これ分かる範囲でいいので書ける範囲でいいので書いてくださいと、言われまして、いやこれ何のために書くんかなとは思ったんですけど、とりあえずね書いてくださいって警察の人に言われたらそれは書くでしょね。で、一通り書き終えて、で警察の方に渡したらこれ、特に何に使うっていうのはないんですよと言い張るんですよね。ただもし何かあったら、万が一何かがあったら連絡することになりますといや怖っと、いやめっちゃ怖いでしょ。でね警察の方曰く何も連絡がないっていうのが一番いいんですけどねいや何それ何それね、なんかないのが一番いいですけどね。いや何それと思うでしょ。いやもう私犯罪者の気分ですよ。でとりあえずねその警察の方いろいろこう質問されるんですよね。それこそいつから入りましたとか、これ何されてる方ですかとか、お仕事何されてるんですかとかね。私職質受けたこともないのに、見た目もねすごいこう善良なもう一般市民ですよのね、ちゃんとこう税金も納めてちゃんと働いて、社会に貢献しているつもりなんですけどね。
いやなんかもう犯罪者扱い、いやそんなつもりないんかもしれないですけど、もう私初めてだったんでね、めちゃくちゃテンパって、まあ答え方もしどろもどろになってたかもしれません。まあね、そうなんですね。これね、まあ一通り、まあそういう風に、まあ取り調べじゃなくても、なんて言うんですか、まあとりあえずこう話ね、警察の方とまあ終わって、で、まあ私もまあ普通に受け答えしてね、まあ一通り終わったわけですよ。で、まあよくよくこれね、まあそれでね、まあとりあえずその日は終わりです。これで終わりです。もう警察の方帰っていただいて、私個人情報ね、持って帰って終わりということなんですけど、これよくよく考えたら、いや、私思い当たる節ありました。いや、ありましたというか、いや、多分ですよ。これ警察の方に、私このテナント物件で、よからぬものを栽培していると思われてるんじゃないかなという私の推測です。いや、皆さんどう思います？いや、要はですね、大麻とか、ね、なんか、あるじゃないですか、大学生とか大麻栽培してて捕まってるみたいなね、そんなんあるじゃないですか。いや、なんかそういう、なんか容疑っていうか、そういう噂的なものを聞きつけてこられたんかなってちょっと思ったんですけど、どうですか？いや、でね、要は水槽とか置いてるらしいですねっていう言われたわけですよ。で、警察の方がね、それを言うってことは、誰かから聞いたってことですよ。ね。で、それ誰から聞いたかっていうと、考えられるのは不動産屋さん。で、このビルのオーナーさん、あるいはこの1階と3階の入っておられる業者さん。ね。私、その業者の方には挨拶に行ってるんで、すいません、水槽とか置いて、もしかしたらご迷惑おかけするかもしれませんがって挨拶行ってるんで、知ってるんですよね。いや、これもしかしてその筋からなんか言われた？いや、可能性高いですよね。いや、でね、で、まあ、こう私、アクアリウムとか植物とか育てるのに、まあ、めちゃくちゃライトいっぱい置いてるんですよね。当然。で、これ、外なんですけど、IKEA のもう薄い、こう、なんていうんですか、ブラインド、もうチャチいブラインドですよ。それ1個だけなんですよね。で、遮光カーテンとかでこう目隠しするような形になってないので、これ多分ね、外から見たら、めちゃくちゃライトの光見えるんですよね。いや、これちょっとしまったなって今更ながら思ってるんですけど、いや、多分ね、それを見られた方、まあ、テナントの方かわかんないですよ。オーナーさんか誰かも全然わかんないですけど、いや、その方が、いや、あいつ怪しいでって、多分ね、言ったんだと思うんですよ。で、なんか怪しいことやってんちゃいます。で、私ね、このテナント物件、そんなに毎日いないので、ね、で、しかも、要は看板とか何も置いてないので、で普通1階と3階の方ってこう看板であったりこう、ね、要は事業されているのでこう窓ガラスのところになんかこう、ね、企業名書いてたりとかするんで、私の部屋ただ何にもこう看板とかなくて、でライトだけがうっすらこう外から見えるんですよね。いや、そら怪しいよね。怪しいよね。いや、逆の立場やったら怪しいわ、そら。って思いました。いやで、まあ、一応ね、近隣の方にご迷惑ならないように、点灯時間、ライトの点灯時間はね、夜とかは避けてます。はい。朝から、まあ、遅くとも夕方6時にはね、完全消灯してるので、まあ、怪しくないようにはしてるんですけど、いやこれ室内でやっぱりよからぬもの栽培されてるってこれ思われても、まあ、正直不思議ではないと。いや、今更ながら思いましたね。はい、ということで今回はですね、アクアリウムやってたら警察のお世話になりましたということで、ある意味ね、いや、お世話になったというか、お世話おかけして本当に申し訳ないっていうね、いや、気分ですよね。まあこれ何かしら対策考えなダメですかね。でももう一回ね、とりあえず警察の方には事情をいろいろ説明しましたので、多分、これ以上何もないんかなと思うんですけど、いや、違うかな、これなんか他の何かね、
私やらかしててご迷惑いろいろおかけしてるってなると、もう本当にもうね、申し訳ないというか、もうめちゃくちゃ今ねドキドキしてるんですよ。もう本当に嫌です。もうむちゃくちゃ嫌です。はい。まあこれね、多分皆さん当てはまらないお話な気はします。まあテナント借りるとかね、まあそもそもないですし、まあただね、ご自宅でこうライトいっぱい使われていると思うので、まあ、なるべくね、こう近隣の方とかに、まあ、ご迷惑とはならないかもしれないですが、こうなんか怪しまれないようにね、された方がいいんかなというふうには思いました。はい、ということで、本日のお話は以上になります。お聞き苦しいところ多々あったと思いますが、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。